私はお水か白湯を飲んでますね。なんかフィンランドは乾燥がすごいので、もう朝起きたら喉も肌もパリッパリカラッカラみたいなのでお水は欠かさずに飲んでますね。朝ごはんはもうだいたいオートミールか、ルイスレーパーって決まっててるんですけど、今日はちょっとオートミールにしようと思います。本当にもう簡単に電子レンジに入れて私は作ってます。今回私が使用しているオーツは粒が小さめなものになるので、オーツが 40g ぐらいにそれの5倍から6倍ぐらいのお水をいつも足して使ってます。だいたいいつもお湯を入れてからかけてますね。2分ぐらいですね。でもオーツの種類とか冷たいお水だったりするともうちょっと電子レンジ時間がかかるかもしれないです。あとはトッピングにバナナとかリンゴとかキウイとかその日食べたい気分のフルーツをのせて食べてます。今日はバナナと、ピーナッツバターにしようと思います。お昼ご飯は昨日の残り物を使ってちょっとメキシカン風なオープンサンドを食べました。このチリビーンズにはこんな豆でできたフェイクミートのメキシカン風な味付きのものを使ってます。ちょっと小腹が空いた時とかジムに行く前によく食べているエナジーバーのレシピを紹介しようと思います。まずデーツを包丁でちょっと細かく切っていきます。後でブレンダーに入れた時に時間がかからずに済むので、私はちょっと細かく切ってるんですけど、パワフルなブレンダーを持っている方は切らずにそのまま入れても大丈夫かなと思います。大体でいいので、ちょっと細かくなったらブレンダーにカシューナッツとアーモンドと細かく切ったデーツを入れて、似てるんですけどココアパウダーではなくてカカオパウダーを使うことをおすすめします。その方がカカオのしっかりとした苦みと風味があるのと、栄養面的にもカカオパウダーの方がいいので、 Amazon とか iHerb でも買えるのでぜひ見てみてください。これぐらいポロポロになったらボウルに移してオーツとお水を加えて混ぜます。手で塊をちょっと取ってギュッてした時に固まるようであればいいんですが、ちょっとまだボロボロするなっていう感じの時は大さじ1ずつお水を足すかメープルシロップをちょっと足して混ぜてみてください。私はクッキングシートを使わずに型に入れてしまったんですが、クッキングシートを使った方が取り出して切れたりする時にすごく楽なのでおすすめします。で、型に入れたらヘラとかこういうコップの底で押し付けるようにギュッギュッと固めていきます。今回はバー状のものにしようと思って型に入れたんですが、こんな風に手で丸めてボール状にしても一口サイズですごく食べやすいです。この日は、彼の両親がうちに来てご飯を食べていくっていうことで皮から手作りの餃子の付け合わせにトマトのマリネをちょっと作ろうと思います。まず玉ねぎ小さいの2つみじん切りにして水につけてちょっと辛みを抜いておきます。その間にマリネ液を作ります。オリーブオイル大さじ2と酢大さじ2、蜂蜜小さじ2ぐらい、普通のお砂糖とかメープルシロップでも大丈夫です。あとは塩を好みで1つまみ2つまみぐらいと、胡椒をちょっと振って
混ぜ合わせて置いておきます。トマトはざっくり一口大ぐらいの大きさに切ります。水につけておいた玉ねぎの水気を切ってマリネ液に入れて少し混ぜてから、トマトを入れて混ぜ合わせます。ラップをかぶせて冷蔵庫で半日から一晩ぐらい寝かせておくと味が染み込んですごく美味しくなります。留学してた時以来久々に皮から餃子を作ったんですが、やっぱり皮から作るともちもちしてすごく美味しくできますね。こんな感じで今日の夜ご飯は餃子とご飯とちょっとアジア風にしたごまドレッシングのほうれん草のサラダとトマトのマリネを食べました。ということでジムから帰ってきました。いつもジムから帰ってきたら絶対帰ってきてからすぐラッカっていうプロテインがたっぷり入った酸っぱくないヨーグルトみたいなやつですねを食べてます。でこれにチアシードをたっぷりかけて、ここにチアシードはねプロテインもたっぷりで体に必要なオイルもたくさん入ってるのでよく食べますね。腹持ちもいいので。でさらに落としちゃった冷凍ブルーベリーをたっぷりかけていただきます。1日の食事の動画いかがだったでしょうか。グラノーラバーのレシピもトマトのマリネのレシピも日本で手に入る食材でできるものなのでぜひ試していただけたらなと思います。もしうまくできたらコメントだったりメンションなどで教えていただけると嬉しいです。また質問やご感想であったりこんな動画が見たいというリクエストがありましたら気軽に下のコメント欄であったりインスタの DM で教えてください。この動画が気に入っていただけたらいいねボタンとサブスクライブと友達にシェアも忘れずによろしくお願いします。ここまで見てくださってどうもありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。もう一回。